将棋の基本、今回のテーマは駒を交換するです。駒を取るのテーマの時にこうやって自分の駒で相手の駒を取って取り返されるっていうのは良くないよっていうふうに申し上げたんですが、駒の価値っていうのが分かってればどの駒が強い、どの駒が弱いっていうのが分かるので、こうやって取って取られてっていう交換をしても自分だけ有利に運ぶことができます。ではどうやって有利に運ぶことができるのか、より良い駒の交換やっていきたいと思います。まずこちらをご覧ください。こちら銀で歩か飛車どちらかを取ることができますね。なんですけどどちらかを取ると必ずこの角で取り返されちゃいます。ということでちょっとやってみましょう。まずこちらの歩を銀で取ります。歩を仲間にしましたね。これで終われば歩得なんですが、相手の手番に回っちゃいます。こうやって角で銀取られちゃいます。さあ今歩と銀の交換をしました。自分の銀があっちに行っちゃった代わりに相手の歩が仲間になった。これはどうでしょうか。駒の価値っていうのを覚えている人は分かると思います。銀と歩だと銀の方が価値高いですよね。ということでこれは自分の価値が高い駒と相手の価値が低い駒、自分の強い駒と相手の弱い駒を交換してしまったので失敗となります。ではここで違うのをやってみましょう。さっき歩取りましたけど今度は飛車を取ってみましょう。こうやって飛車を取る、相手の飛車を仲間にしました。で相手のターンになって相手は角で銀を取ります。さあ今の交換は自分の銀と相手の飛車をトレードしました。この交換は飛車と銀だと飛車の方が強い駒、銀の方が弱い駒になります。ということでこれは得しました。成功です。こうやって自分の強い駒っていうのをどんどん増やしていく、相手の強い駒と自分の弱い駒を交換してどんどん強い仲間を増やしていくっていうのが将棋においてすごく大事なことになります。これを駒得っていうふうにも言ったりします。覚えてみましょう。さあ次です。次こちらを見ていただけたらと思います。こっち直しておきましょうね。よいしょ。さあこちらです。こちら桂馬で成桂とと金どちらも取ることができます。なんですけどどちらが取ったとしても銀で取り返されるようになってます。さあこれどちら取りましょうか。これ成桂とと金って金でしたよね。なのでどっち取ってもいいじゃんと思うかもしれないんですけど、どちらかは罠なんです。では実際にやってみます。まずこちらのと金を桂馬で取ります。で相手が取り返す。さあこの時持ち駒どうなってるでしょうか。自分の持ち駒は歩になってますね。相手の金を取ったはずなのに歩になってます。ということで相手の成駒は取って自分のものになると元の駒に戻ってしまいます。これ覚えておかなきゃいけない大事なポイントになります。ということでこちらのと金を取って取り返された結果、自分は歩、相手は桂馬になります。歩って一番弱い駒でしたよね。ということで自分の桂馬がいなくなっちゃったのでこれは失敗になります。では違うのやってみましょう。2七のと金を桂馬で取ったんですが、今度はこちらを取ってみます。こちらの成桂を取ります。で同銀。さあこうやって見ると自分は桂馬、相手も桂馬ということでセーフです。駒、同じ価値の駒の交換も OK となります。正直得も損もしてないんですが、相手の桂馬がここにいたのが消えた、成桂ですね。相手の成桂がここにいたのが消えたっていうのがメリットになりますので、同じ価値の駒の交換はどんどんして OK になります。よりなんか強い駒を取る交換をしたいところですが、同じ価値でも大丈夫です。ということでちょっと難しかったと思いますが、有利トレードぜひしてみてください。駒の交換でした。